はいはい、こんにちは、みぞです。実はですね、招き猫の猫さんから発表があるってことなので、猫さんを呼んでみようと思います。猫さん。なんか若干でかくなっちゃったかしら。名前がなかった招き猫の猫です。リュウタンさんが考えてくれた猫像か、稲枠 TV さんが考えてくれた小判か、どちらにしようか決定いたしました。では発表いたします。じゃじゃん。どちらにするか。でん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 バーン。どちらも採用です。ちょっと猫さん、どういうこと？実はですね、もう一人友達を呼んでみます。よ。猫蔵くん。はい、私はリュウタンさんが考えてくれたぬこぞうと申します。どうぞよろしくお願いします。小判ちゃん、出ておいで。はい。小判と申します。よろしくお願いします。リュウタンさん、稲枠 TV さん、ありがとうございました。今日の動画では白招き猫の小判くんが黒招き猫のぬこぞうに生まれ変わるキャラクターアニメーターで、キャラクターを複製する方法について解説いたします。イラストレーターのデータをそのまま取り込むだけではタグやビヘイビアの設定を反映することはできませんので、設定も含めてキャラクターを複製する方法についてお話しいたしますので、動画を最後までご覧ください。白い招き猫を複製して2号を作りたいと思います。招き猫1号の AI データはこういう風になってます。名前は招き猫 AI です。この招き猫 AI をコピーして黒招き猫という AI データを作りました。全く一緒なデータをコピーしました。これが黒招き猫です。顔だけ真っ黒にして、あとは全部一緒です。キャラクターアニメーターに戻りました。ここで黒招き猫を読み込んでみます。黒招き猫のパペットをダブルクリックすると、設定はされてないので白招き猫のタグ付けとか動きっていうのは複製されないんですよね。動きとかも含めて複製したいと思います。もう一度招き猫のパペットをクリックして、招き猫のファイルをプロジェクトに名前を付けて保存、ファイルから名前を付けて保存します。するとこれまでのシーンとかも含めて保存されるので、いらないなっていうシーンとかは消しておくといいと思います。キャラクターアニメーター招き猫ニューっていうフォルダーができました。そこの中に CHPROJ というキャラクターアニメーターのファイルが保存されました。でこれを開いて、このファイルを複製します。複製というか元の1号は残しておきたいので、このファイルをまた別名で保存します。黒招き猫として保存します。ファイルからプロジェクトに名前を付けて保存。白い猫を取っておくのを忘れないようにしましょうね。名前を黒招き猫として保存します。はい、保存が終わりました。新しく黒招き猫というフォルダーができてますね。黒招き猫の方を開きました。するとコピーしただけなので、白い1号がそのままパペットとして開きます。もちろんタグとかついた状態のパペットのコピーです。そしてここからですね、のパペットの一番上、招き猫っていうレイヤーというか、その大元の項目をクリックします。招き猫というところをクリックして、右のプロパティのところにパペットという三角をクリックすると詳細が出てきます。ここにですね、データのパスというか
紐付け、この招き猫 AI データを読み込んでいますよっていうことなので、これを黒招き猫の AI データに置き換えます。アートワークと自動同期という項目にチェックを入れて、リンクをクリックします。招き猫 AI をコピーして顔だけ黒くした黒招き猫 AI を選択して置き換えます。置き換わってしまうので注意してくださいね。元々のデータは残すようにしないとなくなってしまうので、これは注意してください。黒招き猫 AI を置き換えます。はい、新しく作ったというかコピーした顔だけ黒い黒招き猫のデータに置き換わりました。新しいシーンに追加で同じように動くか見てみます。動くかな。おう、動きましたね。1号の動きと全く同じ動きができます。手も動くし、横にも移動しますし、口も動きますね。これであとはコピーした黒招き猫のデータの方を AI データの方を変更していくと、動きを伴ったまま2号を作ることができます。AI データの方を全く同じじゃなく猫を犬にするとかも全然可能だと思うんですね。1回やってしまえば楽にキャラクターを増やすこともできるので、複製する方法を解説してみました。ありがとうございました。ぬこぞうでした。じゃあねー。